日本には数多くの都市があります。人口で言えば東京や大阪、景観で言えば函館や神戸などでしょう。今回の動画ではそんなあまたある都市の中で地理、そして歴史とともに交通の結節点として発展してきた10の都市を紹介します。苫小牧市は19世紀から蝦夷地開拓の一環として開発された都市です。明治43年には製紙工場が進出したことをきっかけにして工業都市化し、石炭輸送や北海道の輸送基地として東西に大規模な港湾が整備されています。国内での取扱貨物量は全国1位を誇り、2021年には港湾取扱貨物量全国4位を誇っています。海外とのコンテナ先行路は7、内航コンテナ先行路は16を数え、市内東部には世界最大級の石油備蓄施設が存在します。また国内の各都市とフェリーで結ばれており、国内の長距離フェリー15航路のうちの4航路が苫小牧を利用し、大洗や仙台、名古屋、秋田、新潟、敦賀と結ばれています。また、陸上交通では北海道の絶対的な中心地の札幌まで約70キロと比較的近くなっているほか、鉄道では室蘭本線、日高本線、千歳線の3路線が乗り入れる中心駅となっています。また近隣には新千歳空港が位置し、陸、海、空のすべての物流に開かれた拠点としての役割を果たしています。裏日本、日本海側の北前船の寄港地として開港5港の一つとして数えられ、日本海側唯一の政令指定都市として76万人の人口を擁する大都市です。古くから信濃川、阿賀野川水系の河川交通と日本海側の海上交通の結節点として栄え、現在でも敦賀、秋田、苫小牧、小樽と長距離フェリーで結ばれています。また、山地との距離が比較的離れているため、日本海側としては比較的温暖で雪が少なくなっています。平野部が広く、都市部への集中は他の都市に比べて比較的穏やかで、郊外にも人口が散在します。鉄道では上越新幹線の終点として機能するほか、市内には信越本線や羽越本線などが通りますが、陸上交通においては道路交通が圧倒的で、高速道路では関越自動車道、北陸自動車道、磐越自動車道の結節点として機能しているほか、高速バスでは14都府県と直接つながれています。交通都市の筆頭として名前が挙がる高崎市は、中山道と三国街道の分岐点として発展し、中世には和田市の城下町ともなりました。特産品にはだるまが有名ですが、実は梅も全国生産高2位となっています。また付近は繭の良好な産地として発展していました。明治18年、1885年に上野駅との間の鉄道が開業したことをきっかけに、上越線や信越本線などが乗り入れているほか、現在では上越新幹線と北陸新幹線の分岐点として新幹線の重要拠点ともなっています。また経済的には近隣の前橋市とのつながりが強く、双子都市を形成しています。高速道路においても関越自動車道と北関東自動車道が交差する地点に存在し、全国有数の交通拠点都市として北関東最大の都市圏の一部として栄えています。相模の国と伊豆の国を結ぶ交通の要衝として歴史上機能してきた小田原市。歴史上の交通都市として名高い都市です。戦国時代には小田原城が関東の覇者であった北条氏によって築かれ、小田原は関東一円の支配拠点となりました。この時期、小田原は戦略的な軍事拠点としても重要視され、軍事用道路が整備されました。また、小田原城を中心に町が発展し、東海道の要所として交通や商業が発展しました。江戸時代には東海道が整備され、小田原は宿場町となったほか、箱根峠前最後の宿場として53次で最大規模を誇りました。現在では小田原駅には東海道新幹線、東海道線、小田急線、箱根登山鉄道と伊豆箱根鉄道が乗り入れます。古代には大陸との貿易で栄え、戦国時代には日本海と琵琶湖を使った輸送が簡単だというメリットを利用した日本海側随一の交通の要衝として開発されました。江戸時代にはその交通の便を生かして商業が栄え、北国の都と称され、明治時代に入ると滋賀県側との峠の存在にもかかわらず、比較的早い時期から滋賀県の米原、長浜との間で鉄道の敷設計画が存在し、1882年に日本海側初めての鉄道が整備されています。またその立地から国際港としても栄え、
明治時代当時の日本、欧米間の最短ルートであった東亜国際連絡列車の一部としてウラジオストクと結ばれていました。またこの町は何といっても今年の北陸新幹線の延伸でその役割が追加された都市で、敦賀駅は開業から実に142年目にして新幹線がつながったことになります。日本の交通の要衝都市として筆頭格に挙げられることの多い米原市。古くから中山道と北陸道の交差点として重要な役割を果たしていたほか、琵琶湖の舟運を利用した交通拠点として開発が進みました。明治に入ると米原駅が北陸本線の終点となったほか、東海道線が通り、現在では JR 東海と JR 西日本の境界ともなっています。また高速道路網でも関西や中京、北陸の結節点として機能しており、新幹線では大阪まで35分、名古屋までは25分で結ばれているほか、関西国際空港まで2時間15分、大阪国際空港まで1時間半、中部国際空港まで1時間半、そして大阪港までは2時間10分、四日市港まで2時間、敦賀港まで40分と、各地方との距離が比較的等しい立地となっています。本州と四国を結ぶ交通結節点として栄え、都市圏人口は広島を超え中国・四国地方1位の岡山市。古くから山陽道や瀬戸内海の交易、岡山藩の城下町として栄えていました。明治時代に入ると1889年に山陽鉄道が開通したことを皮切りに鉄道が集積し、元は宇高連絡線で高松までつながっていた宇野線、赤穂線、津山線、日比線、白尾線、瀬戸大橋線が集まる中国地方随一の中心駅として発展し、加えて山陽新幹線も乗り入れています。また道路交通においては山陽自動車道が通るほか、瀬戸中央自動車道が1988年に開通し、本州側の中心としてその地位は確固たるものとなっています。今治タオルでその名前が知られていますが、日本一の造船都市でもある今治市。平安時代には伊予の国の国府が置かれ、その後村上水軍に保護されて瀬戸内海の物流が盛んとなり、今治もその恩恵を受けます。その後も現在まで瀬戸内海を渡る交易ルートの中継拠点として重要な役割を果たしています。現在でも付近の多くの島と船でつながれています。またその歴史から世界第4位の造船企業である今治造船が本社を置き、日本の造船の要として輸送を支えています。一方で1988年には陸上交通の西瀬戸自動車道、しまなみ海道が整備され、四国と本州を結ぶ陸上交通の玄関としてその役割は強化されました。古くから関門海峡に面する港湾都市として栄え、人口は県庁所在地の山口市を上回り、県下最大を誇ります。古代から日本本土と中国大陸を結ぶ海上交通路の一部として栄え、平安時代からは役人や貴族が多数往来しました。平安時代の末期には壇ノ浦の戦いの戦場となったことでも知られています。江戸時代に入ると下関は長門国の一部赤間関として物流がさらに栄え、関門海峡は日本海側と瀬戸内側を結ぶ中継拠点として機能し、西回り航路の経由地などとして交通の要衝となりました。明治時代に入ると軍事要塞ともなったほか、1889年には山陽鉄道が下関まで伸び、関門連絡線で門司港まで結ばれています。また1914年には後の山陰本線も開業し、これ以来山陽本線と山陰本線の結節点としても機能し始めました。現在では2本の鉄道トンネルのほか、国道と高速道路でそれぞれつながれています。また戦前には関府連絡線が就航し、朝鮮半島との主要ルートともなりました。現在でも対岸の小倉市との経済的な結びつきは強く、関門都市圏を形成しています。佐賀県の最東端に位置しながら九州陸路交通の要衝として圧倒的な地位を保持する鳥栖市。その重要性は鉄道と道路という2つの陸上交通で説明できます。鉄道では1889年に九州鉄道、後の鹿児島本線が敷設されたことを皮切りに、1934年までに佐賀、長崎、佐世保までの鉄道が整備され、九州西部と福岡、熊本を結ぶ交通結節点として重要な役割を果たしています。また2011年には九州新幹線が全通し、新都市駅が開業したほか、完成するかわからない西九州新幹線の分岐点ともなる予定です。また道路では福岡県から鹿児島県を結ぶ南北軸と長崎県から大分県を結ぶ東西軸との交点に位置し、
都市ジャンクションが存在するほか、地の利を生かした物流拠点、産業拠点としてその力を伸ばしており、ブリヂストンやアイリスオーヤマ、コカ・コーラなどが工場を構えるほか、2026年にはアサヒビールの新工場も操業を開始する予定です。